今回のドローチューブはアスカさんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。ピクシブで作品を公開した後から依頼が来るようになりました。多分作品が担当者の方の目に入ったのがきっかけかな。三国志系の依頼もあり、カードゲームの依頼もありました。また同人イベントで知り合った同人創作をしている友達からもゲストとして参加しませんかと依頼もありました。何度も依頼を受けたら日本漫画アニメスタイルのイラストもお金になるんだと分かって、それからもどんどん依頼を受けるようになりました。実は卒業後、ゲーム会社で短期間働いていましたが、あまり楽しくなかったので、やっぱりフリーランスの道を選びました。ゲーム会社で働く場合、ゲーム会社のイラストレーターとなり、会社の要望に沿った作品しか描けないことになります。それと比べれば、フリーランスとして依頼を受ける方がより自由で、自分の好みで絵を描くことができますね。あと、実は私は人と接することが少し怖くて、部屋で一人で作業している方が楽です。出社すると周りは必ずいろんな方がいて、人と接しないといけないことが本当に大変だと思いました。家で依頼を受けることの一番のメリットはやはり自由で、人と顔を合わせなくて済むところが好きです。大学はファッションとメイクを専攻として選びましたが、当時はそれに関わる仕事について真剣に考えていました。ですが、2年生や3年生の頃からでしょうか、ペンタブを始めた後、私はイラストの依頼を受け始めて、報酬ももらえるようになっていました。普通に授業に通って、専攻に関する仕事のインターン生として経験を積みながら、今後はやっぱり絵を描くことを中心にお金を稼ごうかなとだんだん思い始めました。そもそも絵を描かないためにこの専攻を選んだので、すごく悩みましたね。そんな中、私は日本からイラストの依頼をいただきまして、6枚、7枚ぐらいの絵を一気に描きました。その時もらった報酬は当時の自分にとってすごく高額で魅力的でした。またファッションとメイクに関する仕事も結局人と接しないといけないことに気づいて、私にはやっぱり難しいかもと思いました。当時イラストレーターは結構新しい職種でした。パソコン使って絵を描くだけでお金がもらえるなんて考えたことがなかったので、こんなラッキーなことってあるんだと思いましたね。人と接しなくてもできますし。なので卒業する前の段階で、私は専攻科目の仕事ではなく、将来イラストレーターとして働くことも視野に入れました。たくさんの依頼を一気に受けた時期がありまして、その時ちょうどアイデアが浮かばなく、スランプだったため、完成させるために無理して描きました。受けた依頼はちゃんと完成しないといけませんし、でも描けない時は本当に辛くて、いつもよりは疲れがたまりました。このような経験があったので、今はそんなにいっぱい依頼を受けることなく、自分のペースで描けるようにスケジュールを調整しながら仕事を受けています。スケジュール調整に意識をし始めたらすごく楽になりました。描きたい同人作品を描く時間もできました。あとずっと家に引きこもっていても体に悪いので、
依頼の量を調整した後はたまにトレーニングもするようになりました。昔と比べれば本当に調子は良くなっていて、体と心の健康も絵描きにとって大切だと思います。初めてのフィギュアの仕事ですね。2015年頃に受けた仕事で、描いたのはアリスというキャラクターです。私はその仕事が来るまでフィギュアの仕事は受けたことがなく、2015年の頃は中国でのフィギュアを作る会社ももともと少なかったんです。当時ここの会社から連絡受けて、メルヘンをテーマにしたオリジナルキャラを描いてほしいと言われたのですが、ちょうど自分もフィギュア好きなのでこの依頼を受けました。この依頼からだんだんフィギュアの仕事が増えて、フィギュアの制作に関する知識も得ることができました。描く際に通常のイラストと比べてたくさん注意点があります。例えばフィギュアのベースも私がデザインする必要があって、ちゃんとフィギュアがそこに立てるバランスも考えないといけません。どんな綺麗な絵でもフィギュアが自立してくれないとフィギュアとして成立しません。またどんな角度で見ても綺麗に見えるかどうかも全部視野に入れる必要があります。フィギュアはもともととても好きで、自分もたくさん買っていますので、このような依頼は仕事にできるだけではなく、サンプルももらえるから楽しいです。時間、体力と気力、それとお金が十分余裕のある場合は、デッサン、色彩など絵を描く基礎を学べる授業を一度受けることをお勧めします。私は何年もそれらを描いてないのですが、その経験はペンタブで絵を描くときは確実に役立ちます。今結構オンラインの CG 作成授業が流行ってるみたいで、私は受けたことないので何も言えないのですが、ほとんどの方は初心者のままでその授業を受けている印象があります。確かに学びは早いと思いますが、基礎はまず自分から勉強することが大事だと思います。どんなに鮮やかな飾りも土台があればこそ作れるものなので、自分の作品の特徴と魅力を引き出すためにもしっかり最初から勉強する必要があると思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いいたします。